宇宙空間よりも冷たい巨大な円筒形の冷蔵庫に鎮座するマシンがですね、あなたが普段使っている銀行口座のパスワードをたった5日で貼ってしまう。よく言われる恐ろしいシナリオですよね。そうなんです。でも同時に、その同じマシンが気候変動を食い止める魔法のような化学物質のレシピをたった1時間で見つけ出すかもしれない。はい。もしそう言われたら、リスナーの皆さんどう思いますか？今日は皆さんがニュースで毎日のように目にする量子コンピューターの真実に迫っていきたいと思います。この話題は期待と不安が入り混じった、なんていうか、非常にセンセーショナルな語られ方をすることが多いですからね。そうなんですよ。だからこそ、今回の深掘りでは、そのベールを完全に剥がしに来ます。楽しみですね。はい。リサーチの過程でですね、大阪大学の藤井教授や清原社の北川氏といったトップ研究者の対談映像とか、素晴らしい資料ですね。それに加えて、高度な数学を視覚化する3ブルー1ブラウンの解説動画、あとは米国のテック系金融レポートから最新のサイバーセキュリティの警告まで、ありとあらゆる資料の山を徹底的に紐解いてきました。かなりの情報量になりそうですね。そうなんです。さて、一つずつ紐解いていきましょうか。まず私たちが持っている最大の誤解から片付けたいと思うんです。はいはい。多くの人がですね、量子コンピューターを今のスーパーコンピューターのすごい版だと思ってるじゃないですか。そうですね。単なる延長線上にあると。例えるなら、従来のスパコンの CPU を増やすのは、カツカレーにさらにカツを何枚も乗せていくようなものだと。カロリー、つまり計算力自体は確かに上がりますね。そうなんですよ。でも、料理のジャンル自体は同じですよね。おっしゃる通りです。量子コンピューターはそもそも、そのメガ盛りカツカレーを作ろうとしているわけじゃないんですよね。全く別の分子ガストロノミーというか、料理の物理法則そのものを変えてしまうようなアプローチなんです。非常に的確な区別だと思いますよ。これを聞いている多くの方は、量子コンピューターだ0と1の重ね合わせを利用するという基礎知識はすでにお持ちかもしれません。よく聞くフレーズですよね。はい。しかし、その重ね合わせの本当の意味をですね、誤解しているケースが非常に多いんですよ。そうなんですね。よくある直感的な解釈だと、コインを空中に引いて、くるくる高速な回っている状態をイメージしますよね。速すぎて人間の目には表か裏が見えないから、0でもあり1でもあるっていう、そういう曖昧な状態になっているんだと。違うんですか？残念ながら、そのコインの例えは古典物理学の範疇を全く出ていないんですよ。そうなんですか？はい。なぜならですね、空中で回っているコインをハイスピードカメラで撮影すれば、ある瞬間には必ず表か裏のどちらかに確定しているからです。なるほど。人間の目に見えないだけで、物理的現実はすでに決まっているんです。物理学ではこれを隠れた変数と呼びます。隠れた変数。アインシュタインでさえ神様には結果が分かっているはずだと考えました。しかし量子の世帯の重ね合わせは違うんです。どう違うんでしょう？神様ですら観測するまで本当に結果が存在していないんですよ。まだ結果が存在していない。ここが私たちの直感を思いっきりバグらせるポイントですよね。そうなんですよ。つまり高速で回っているから見えないんじゃなくて、本当に両方の状態が波のように空間に溶け合っているということですよね。ここでめちゃくちゃ面白いのが、藤井教授が対談の中で提示していた鶴の恩返しのアナロジーなんです。これが現象の核心を見事についているんですよ。昔話の鶴ですか？そうです。娘が襖を閉めて木織りをしている間、襖の向こう側は鶴である状態と娘である状態が重なり合って存在していると。はいはい。そして襖をガラッと開けて観測した瞬間に初めてどちらかの現実に確定して鶴として飛んでいってしまう。なるほど。つまり覗くまでは確定していない複数の可能性を同時に計算機の中に保持できるというのが真の重ね合わせなんです。すごい話ですよね。でもその確定していない曖昧な波を使ってどうやって具体的な計算をショートカットするんですか？そこが気になりますよね。ここで3ブルー1ブラウンの動画で解説されていたグローバーのアルゴリズムの話につながるわけですよね。はい、その通りです。例えば100万個のデータの中から正解のパスワードを1つ探すタスクだとします。古典コンピューターなら平均50万回探す必要があるところを、量子コンピューターなら平方根の法則でなんと約1000回で見つけてしまうと。そうなんです。ただここで多くの方が全てのロッカーを同時に開いて中身を見ているって勘違いするんです。違うんですか？一気に全部貯めれてるわけじゃないと。そうではありません。正解のデータが持つ確率振幅、つまり波の性質を利用するんですよ。確率振幅。
単なる確率じゃなくて、プラスとマイナスの値を持つ波として扱うということですね。グローバーのアルゴリズムでは正解のデータの波の位相、つまりプラスマイナスの符号だけを反転させます。はい。そして、すべての波の平均値を軸にして全体を反転させるという数学的な操作を繰り返すんです。ちょっと待ってください。それって身近なテクノロジーに似ていませんか？ノイズキャンセリングイヤホンと同じ原理ですよね。素晴らしい。非常に美しいアナロジーです。不正解のデータ同士は波の山と谷がぶつかり合って打ち消し合う。つまり干渉して消えるように仕向けて、正解のデータの波だけがどんどん増幅していくようにする。まさにその量子の干渉を使って不正解の確率を削り落とし、正解の確率をほぼ 100% に近づけていくんです。だから少ないステップで正解を引き当てられるんですよ。空間の移動で例えるなら、古典コンピューターが5番の目の街を交差点ごとに曲がりながらジグザグ歩いて目的地を探すしかないのに対して、量子コンピューターは数学的な多次元空間を斜めに一直線で飛んでショートカットしているようなものですね。まさにその斜めの経路が量子力学のルールによってもたらされた新しい次元なんです。なるほど。しかしですね、この斜めに飛ぶ魔法のマシンを物理的に実装するのは人類にとって桁違いの挑戦になるんです。大きく分けて現在2つのアプローチがしのぎを削っています。はい。資料を読んでいてハードウェアの作り方が完全に SF の世界だと思いましたよ。本当にそうですよね。現在主流なのは Google や IBM、日本の理化学研究所などが採用している超伝導方式ですが、金色の巨大なシャンデリアのような冷凍機。美しいですよね、あれは。あれはなぜ宇宙空間より冷たい絶対0度に近い10ミリケルビンまで冷やす必要があるんですか？先ほどお話しした鶴と娘の重ね合わせの波は信じられないほど繊細だからです。繊細なんですね。はい。ほんのわずかの熱エネルギーや環境からの電磁波、つまりノイズがぶつかっただけでシステムは襖が開けられたと勘違いしてしまうんです。観測されちゃったって思うんですね。そうです。そして状態が確定、いわゆるデコヒーレンスしてしまいます。だから周囲の環境から完全に隔離するために熱振動すら止まる極低温の空間を作り出しているんです。なるほど。そこでマイクロ波を使って量子ビットを制御していると。その通りです。波を壊さないために究極の静寂を作っているわけですね。一方でクエラ社などが進めている冷却原子方式、あるいは中性原子方式と呼ばれるものは全く別のアプローチですよね。こちらはまた違った面白さがありますよ。真空中にルビジウム原子を浮かべて、レーザーで作った光ピンセットで原子を一個ずつつまんで動かすという。はい。これ、レーザーの光でどうやって原子をつかむんですか？光って熱を与えてしまうんじゃないですか？そこが物理学の面白いところで、レーザー冷却という技術を使うんです。レーザーで冷やすんですか？原子が動いている方向と逆向きに時計もの波長のレーザー光、つまり光子をぶつけるんです。はいはい。飛んでくるボールにピンポン玉をぶつけ続けてブレーキをかけるように、光の運動量を使って原子の動きを奪い、空間にピタッと固定するんですよ。光の粒をぶつけて原子を止める。いやー、ここからが本当に面白いところなんですけど、そんな極限の物理学が今や世界中の国家や投資家を巻き込んだ超現実的な生存競争になっているんですよね。莫大なお金と国家の威信が動いていますからね。ベグーバーアナリストの企業分析を読むと、企業の戦い方がはっきり分かれていますよね。そうですね。戦略の違いが顕著です。例えば、リゲッティ社のようなスタートアップは、ランレート 6.6 年分という長期戦を見据えた資金を確保してじっくり構えている。対するアイオン Q 社は、
短期的なマイルストーンを達成するために資金をガンガン燃やして優秀な人材をかき集めている。はい、アグレッシブですね。さらに視点を広げれば、中国は1兆円規模の国家プロジェクトとしてトップダウンでインフラを構築しています。ものすごい規模感ですよね。そこでリスナーの皆さんも気になると思うんですが、VC の莫大な資金力があるアメリカや国家予算を注ぎ込める中国に対して日本はどう戦うのかという点です。各国のアプローチの違いを客観的に比較するのは重要ですね。現在の量子コンピューターは NISQ と呼ばれる過渡期にあります。ノイズあり中規模量子デバイスですね。はい。数十から数百量子ビット程度でまだノイズだらけの段階なんです。例えるなら1950年代の真空管を使った巨大でエラーの多い初期コンピューターのようなものです。なるほど、まだまだ初期段階だと。ええ。この段階において日本の強みは一喜一憂しない土壌にあると言えます。一喜一憂しないとは、アメリカのスタートアップは四半期ごとの成果やベンチャーキャピタルのトレンドに大きく左右されますよね。ええ、株価も乱高下しますし。しかし日本は国主導の安定した基礎研究の枠組みを持っています。理研や富士通が目指す2030年に1万量子ビットという長期ロードマップや、はい。KDDI が進めるハードウェアとソフトウェアをつなぐ量子向け OS の開発など、ブームに流されずにインフラの土台をじっくり構築しているんです。なるほど。長期戦だからこそ基礎体力の強さが生きるわけですね。ええ。これをもう少し大きな視点で捉え直してみましょう。はい、お願いします。真の実用化、つまり誤り耐性量子コンピューターの実現には、量子エラー訂正という最大の壁を越えなければならないんです。エラー訂正ですか。はい。現在の技術では、一つの計算用ビットを守るために、なんと約1万個のボディーガード役の物理量子ビットが必要になります。ちょっと待ってください。さっき、量子の波みはノイズに触れたり観測されたりすると壊れるって言いましたよね。言いましたね。エラーが起きてないかボディーガードが確認したらその瞬間に襖が開いて重ね合わせが壊れちゃいませんか？非常に鋭い指摘です。そこがエラー訂正の最も難しく美しい部分なんですよ。どうやるんですか？直接データを見てはいけないので、量子もつれという現象を使います。エンタングルメントですね。計算用のビットとボディーガードのビットを見えない糸で結びつけるんです。そしてデータそのものを見るのではなく、ボディーガード同士のパリティ、つまり関係性や状態のズレだけを測定します。なるほど。中身のデータは見ないけど、外枠の歪みだけを検知して修正するようなイメージですね。正解です。そうやってノイズを打ち消し続けた完璧な論理量子ビットを数百万個規模で並べる。これが完成するのは2040年から2050年頃になると予測されています。まだ数十年かかる壮大なプロジェクトなんですね。藤井教授は対談の中で、昔は自分たちだけの地下アイドルだった量子コンピューターが、今はメジャーデビューしてしまって少し切ないって語っていましたけど。あのコメントは面白かったですね。まさに世界中の資本と頭脳が集まるメインストリームになった証ですよね。もはや一部の物理学者の知的好奇心を満たすおもちゃではなく、人類のインフラになろうとしています。つまりこれって結局どういう意味を持つのか、あなたや私の日常にどう直結するのかって話ですよね。はい、そこが一番重要です。光と影の部分、サイバーセキュリティの脅威について触れないわけにはいきません。そうですね。避けては通れません。NSIST、米国国立標準技術研究所は2035年までの対策を呼びかけていますが、あるニュースでは1399個の完璧な論理量子ビットがあれば、現在のインターネットの安全を守っている RSA 暗号がたった5日で測れると。ショッキングな数字ですよね。猶予はあと5年しかないかもしれないとパニック気味に報じていました。これって近ないうちに銀行口座も国家機密も全て丸裸にそれるってことですか？そこは冷静に事実を整理しましょう。確かにアルゴリズム上は1399個の論理量子ビットで破れます。はい。が、先ほどお話しした通り、それを作るには物理的には数百万個の量子ビットが必要なんです。明日や5年後にすぐさまインターネットの暗号が崩壊するわけではありません。なるほど。少し安心しました。しかし全く油断はできないんですよ。最も恐ろしいのは、ハーベストナウ、ディクリプト、レーターという脅威です。今収穫し、後で解読する。想像してみてください。ハッカーや敵対勢力は、今、暗号化された政府の機密文書や企業の知的財産をネットワークから盗み出し、
自分たちの巨大なサーバーの地下室にただ保存し続けています。ほう。今の彼らには解読できません。しかし彼らは忍耐強く待っているんです。10年後、あるいは15年後に、量子コンピューターが完成したその日、過去に盗んで溜め込んでいたデータが全て一瞬で解読されてしまう。うわー、それは背筋が凍りますね。今私たちが安全だと思って送っているデータは、すでに未来の人質になっているかもしれないと。ええ。だから急いで量子でも解けない対量子暗号に移行し始めないといけないんですね。そういうことですか。でも、そんな恐ろしい影があるにもかかわらず、なぜ人類は何兆円も投資して、そこまでして量子コンピューターを求めるんでしょうか？その答えは、自然界の完璧なシミュレーションにあるんです。シミュレーション？ええ。1980年代に物理学者のリチャード・ファインマンが残した有名な言葉があります。自然界は古典力学では動いていない。だから自然界をシミュレーションしたければ、量子力学的なコンピューターを作らなければならない。なるほど。情報とは物理であるという根本的な思想ですね。はい。従来のパソコンで無理やり近似値を計算するんじゃなくて、自然界のルールそのものをコンピューターの中でネイティブに再現するということです。ネイティブに再現する？ええ。クエラの北川氏も述べていますが、これによって人類の課題解決のスピードが劇的に変わります。例えばどんな課題ですか？気候変動を食い止めるための画期的な触媒ですね。大気中の CO2 をメタノールに戻す技術や、植物の光合成のメカニズムを解明する人工光合成などです。はいはい。人類がこれまで何千億ドルもの資金と何十年という時間をかけて実験室のビーカーの中で試行錯誤してきたことを量子コンピューターを使えば計算機上で一瞬でシミュレーションできるんです。1時間に1回のペースでノーベル賞級の新しい分子や材料の発見が行えるかもしれないという話ですね。まさにそうです。それは単なる産業革命ではなく、人類が自然界をハッキングするパラダイムシフトですね。さて、今回のディープダイブいかがでしたでしょうか？ええ。量子コンピューターは単なる速い計算機ではなく、宇宙や自然界のルールそのものを操り、今まで解けなかった課題を解き明かす新しい扉だということが見えてきましたね。ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってくるんです。最後に皆さんに投げかけたいと思います。何でしょうか？資料の中で量子生物学という非常に興味深い仮説について少し触れられていましたよね。ありましたね。例えば、渡り鳥が地磁気を感じ取って正確に何千キロも飛べる能力には、網膜の中で起きる量子のもつれ効果が関わっていると言われています。ほう。さらに、リチウムイオンが人間の脳内の核スピンに影響を与え、それが精神状態に関与しているのではないかという研究もあります。ちょっと待ってください。つまり、生物の体や脳の中にも、10ミリケルビンの巨大な冷蔵庫の中で起きているような量子力学のルールが当たり前のように働いているということですか？そういうことです。もし、人間の脳や意識そのものが、現在のパソコンのような単なる電気信号の0と1の集合体ではなく、はい。量子の重ね合わせやもつれのネットワークによって生み出されているとしたらどうでしょう。将来、量子コンピューターが極限まで進化し、自然界を完璧にシミュレーションできるようになったとき、それは単なる化学反応のシミュレーションを超えて、私たちの意識や感情の謎さえも解き明かしてしまう。いや、もしかすると、機械の中に意識そのものを再現してしまうかもしれないってことですか？自然界を完璧にシミュレートできるのなら、論理的にはその可能性を否定できませんよね。まさに神の領域に踏み込むテクノロジーですね。メガモリカツカレーの話から始まりましたが、最終的には人間とは何か、意識とは何かという究極の問いにたどり着いてしまいました。本当に奥が深い世界です。今、あなたのポケットに入っているスマホの延長線上にはない、全く新しい量子の未来。次回まで、ぜひあなたもこの不思議な世界について思考を巡らせてみてください。